皆様こんにちは。はじめチャンネル、サブチャンネルへようこそ。今回はマレーシアで国際結婚をして子供が生まれた際に名前、戸籍や国籍はどうなるのかということについてお話しいたします。日本人とマレーシア人が結婚した場合、両方の国に婚姻した旨の登録を行います。登録の方法は場合によりますが、マレーシア国内で結婚した場合は、マレーシアで婚姻登録、その後日本国に婚姻を行った旨の届けを決められた期限内に行います。この届けは日本では義務となっております。日本国側に届け出が終わると、戸籍謄本に外国人の配偶者として記載されます。そのようにして両方の国に登録が行われている夫婦の間に子供が生まれた場合、その子は日本国の戸籍登録を行うことができます。戸籍登録ができると言ったんですけれども、国籍留保といって普通の人とはちょっと違った内容で戸籍に載ります。国籍留保なのですが、国籍留保した人の個人の戸籍謄本も取得することができます。その子は日本だけではなく、マレーシア国側にも出生登録を行うことができます。マレーシアではほとんどの場合、病院で子供を産みます。その場合、病院にて出生証明書が発行されますので、それを持って国民登録局に行き、出生届を出します。出生届には名前が書かれますが、日本のように姓と名の2つではなく、1つの欄に記入することになります。マレーシア人との間に生まれた子供の場合、マレー人とインド人の場合、父親の名前を入れて登録することも多いです。この時、母親がマレー人で父親が日本人の時、父親の名前は父親が改宗した時のムスリムの名前を使うのか、それとも日本のオリジナルの名前を使うのか、議論が分かれるところです。大抵の場合、その登録の仕方は次の3つのパターンに分かれると思います。1つ目は父親の名前を入れない登録です。2番目はムスリムの名前を使うという登録です。3つ目はビンとかビンティの後に日本のオリジナルのフルネームを入れます。父親の名前を入れないと出生時に何か問題があったとか、そういう嫌な噂を立てられたりします。またムスリムの名前を使うと父親のパスポートと一致しないと言われてしまうようなこともあります。ビンとかビンティの後に日本のオリジナルの名前を入れるとイスラム教じゃないとか、いろいろイチャモンをつけられたりとかします。いずれにせよ、いろんな人がいろんな文句言いますので、あまり気にしないようにして登録されるといいと思います。名前の登録についてはそれ以外にも知っておくべきことがありますのでご紹介します。名前を決めるとき、日本とマレーシアの文化やこちら側の家族、あちら側の家族の思惑がぶつかって名前が付けられないケースがあります。この問題、実は取るに足らない話で心配ご無用です。結論から言いますと、マレーシアはマレーシアの名前で登録して、日本では日本の名前で登録すればいいのです。この書類をご覧ください。日本の出生届を行う際、このような一文が書かれます。マレーシアの名前と日本の名前がここの部分で同一人物としてつながるんです。さて、国籍はどうなるのでしょうか。日本の出生届には先ほど申し上げましたこのような国籍留保の欄があります。国籍を留保すると、その子が20歳もしくは22歳になるまでに国籍を選ぶことになります。最近法令が改正されたということですので、よく調べてどちらの方に従えばいいのか
独自に調べてみてください。マレーシア側についてですけれども、マレーシアは二重国籍を認めていないということを覚えておいてください。日本国の国籍留保はその名の通り国籍取得が留保されているという意味です。マレーシア側としてはジャパニーズナショナリティではないとも理解できます。なのでグレーなのですけれども、マレーシアでいう二重国籍には当たらないと考えられるのではないでしょうか。このようなことからマレーシアの国籍を同時に取得する場合は国籍留保が必要になります。日本国は国籍留保者にもパスポートを普通の国民のように発行します。それで出入国に関してなんですけれども、KLIA などで今までいろいろなことが起こりましたが、マレーシアの出入りはマレーシアのパスポートで行って、日本の出入りは日本のパスポートで行うことが可能になっています。この国籍に関する話は2つの国の法律が絡みますので、私の理解している範囲でお話をさせていただきましたが、正確な話が必要な場合は専門家にご相談ください。今回はマレーシア人との国際結婚で生まれた子どもの名前、戸籍、国籍などについてお話しさせていただきました。この動画が参考になったという方の高評価や登録をお待ちしております。それではまたお会いしましょう。